さんこんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、絵を描いてる人だったら、絶対誰でも経験する、スランプの時の乗り切り方についての説明をしたいと思います。なったことある？めちゃくちゃあるよ。もうそれ30年とか絵描いてるわけでしょ。それめちゃくちゃスランプはあるし、まあもう正直それをでも何度かわかんない幾度となく乗り越えてきてるわけだから。さすが漫画家になるっていうのはその幾度のなくやっぱ超えてくる必要があるね。そう。だからもうまあこれを見てる人たちもね、多分今ちょうどスランプで困ってる人って絶対いると思うんだよね。まあ一度は経験すると。いやでもゼロの人ってないと思う。絵描いててね。早速やっていきましょう。はい。じゃあまず、スランプっていうのは、見てる人絶対分かってると思うけど、どういうことかっていうと、描いてもうまくいかないっていうことね。とにかく描いてるのに、いつもだったらそんなことで楽しく描けてる絵ってね。でもなんか描いても描いても思うように描けなかったり、楽しくないみたいな。そういう状況になっちゃうこと。で、これを乗り切る時の方法って、私の中で大きく分けて、まず2通りあるのね。分かりやすい。スランプになっても描き続けるパターン。で、書くパターンと、スランプになってももう書くの一回やめるパターン。なるほどね。大きく分けて、まずその2つ、自分がどっち派かっていうのを、知ってもらう必要があるなとは思います。で、それぞれのどっち派か分かった上でできることってあるから。そうなのね。なるほどね。そう。なので、まずは先に書くを選択した場合、スランプだけど書くぞ、私は、みたいな人ができることについて先に説明していきたいと思います。じゃあまず私はちなみにどっち派かっていうと、正直書かない派なのね。辛坊先生は後者の方。そうなんだけども、でもやっぱ書く時もあるのよ。難しいね、それね。だからその時のスランプによっても違ったりするのよ。その日のモチベーションみたいな。だから両方よかったらみんな試してみてほしいなと思うんだけど、書く場合なんだけど、できるようなことも大きく分けて3つあるなと思ってて、ただ1つ先に言っておきたいのは、書く場合とりあえずでも何でもいいから書くは個人的にあんまりおすすめしない。そうなんだ。っていうのもやっぱさ、書けてたらそもそもスランプじゃないよ。とりあえず何でも書けて書けてたらスランプじゃない。楽しいしね。そう。で、そういう時に書くとどういうことになるかっていう、私の過去の失敗例があるの。まずとりあえず過去を選択してしまったらどうなっちゃうかっていう、ちょっと見てほしいんだけども、これ実は私がスランプ中に描いてやめた絵がここにいくつかあります。これとか。これ、そうなの？これで終わったの、この絵は。これはね、なんかS 君とシンディちゃんの、なんか雰囲気変えた絵を描きたくて、描いたけど、スランプでやめたの。なんかうまく描けなかったんだ。だから見る人によってこれの何がどうか違うか、私的にはやっぱスランプだったのね。あと例えばこれとか。これは国リバの、先輩と小春のなんかイラスト SNS に上げようと思ったんだけど、ここまで書いて、なんかダメだと思ってやめたの。いやでもこれがリアルなスランプの状況の人は、ここでやめるんだからみんな、ここでっていう。確かにね。前髪書いてやめたんだよ。確かに。で、例えばあとこれとかも。これもなんかカップルっぽい、なんか SNS で描いてたカップルのイラストを描こうと思ってラフまでして、ってなってやめたの。なるほどね。これとかもそうです。これも国リバの先輩と小春の、なんか TikTok かなんかにあげようかなのとは比率で書いてるからね。確かに。思ったけど全然ペガ乗らずにやめたの。で、こういうこと、とりあえず何にも考えないでやると、途中で筆を折れてこういう感じになっちゃって。中途半端で終わっちゃう。そう、で、解決した感もなかった、自分の中で。それでなんか出してった感ないから、とりあえず書くっていうのはあんまりお勧めしなくて、まず1、何かを参考に書くっていうのがおすすめです。何か見ながら描くとか、自分がいつも憧れて尊敬してる人の絵を描く。とか、なんか好きなアニメの絵を模写してみるとか。とにかく一回自分の創作から少し頭を離して。なんか、だけど描くことは絶対身にはなるから、そういう何かこう参考にしながら描いたりするっていう資料を用意するとか、まあほんと模写でもいい。みたいなことをしてみるっていうのがまあ一つ目のおすすめ。二つ目ね、どうせ絵描くんだったら、いつも自分のキャラクターとか描いてる人たちならね、あえてもういっそ二次創作をしてみるっていう。要はファンアートを描くっていうことだよね。で、私なんかは、やっぱその時確かにワンピースの絵とかを描いて、すごい気分転換してる感じあるよ。ルフィとか描いて。志保先生は漫画家じゃん。だから自分のキャラクターの絵を描かずに。そう。それは、だか
だから模写とはちょっと違う。ファンアートだから自分の絵柄とかでいいから、そのなんか大好きなキャラクターを描いてみるみたいな。なんかそうするとね、楽しい気持ちが蘇ってくるよね。気分が変わるというかね。やっぱ好きなキャラ描くじゃん。なんか楽しい気持ち蘇ってくるし、言ってもやっぱ参考になるものはあるんだよ。だから、なんかただただ絵を描くのが楽しいなっていう気持ちが個人的に蘇ってくるの。だから、嫌だった気持ちからちょっと楽しくなるんだ。そうそう、ファンアートとかも日頃創作だけやってる人にはおすすめです。で、次、最後、3つ目。3つ目が、画風とか、絵柄自分の、を一層思い切って変えてみるっていう。もう結構思い切ってることなんだけど、もうね、古い自分とお別れしよう。いや、そう、スランプの自分の絵柄を一回捨ててさ。まあ、スランプっていうのは自分が描いてるものがそもそもが嫌だから、なんかそうなっちゃってる。かもしんないじゃん。かもしんない。だから、絵柄をいつも自分の描く絵柄と思い切って変えてみるみたいな。ちょっと古い自分とおさらばしてみることで、なんかこう違った世界が見えてくる。だからそれでなんか新しい自分が発見できて、それでなんかスランプ解消していくことってあると思うし、それで描けるようになった時、別に元の画風に戻ってもいいし、なんか今うまく融合させてね、ニュータイプな自分になるかもしれないじゃん。確かに確かに。だから思い切って画風を変えるっていうのは結構いいのかなと。まあ、絵を描くのが好きっていうことを、まあ、思い出せればいいっていう、そうそう。結局今挙げた3つどれも、最終的にはやっぱ絵を描くのが楽しいなっていう気持ち戻ってくるはずなんです。蘇らせようっていう話ね。そうそう。で、あとうまく描けなかった時も、やっぱ何かを参考にすることとか、ちょっと自分の思考の回路を変えてみることで、なんかこう描けるようになったりすることって絶対あるから、まあとりあえず描き続けると、スランプ中でも自分描き続けるぞみたいな人は、そういうちょっと気分を変えながら描けるみたいな方法を見つけてみてください。なるほどね。というのが、まあ、書くっていうのを選択した人たちにおすすめのやり方です。で、次、2つ目、書かないを選択した人たちのやれることについて説明していきたいと思います。じゃあ書かない場合ね。だけど私どっちかとこれなの。書かないパターンね。そうそう、私はいつも書かないパターンなのね。まあこっちも大きく分けてやっぱ3つやれることあるんだけど、1つ目は他の作品を見るっていうこと。なんだけど、これすごく意味が広くて、メンタル強い人と弱い人によって進めるものが違うの。先にまずメンタル強の人に向けて進めるもの。これ、シモ先生のタイプね。違う。私違う。私メンタル強じゃないよ。創作の面においてはメンタル弱だから。そう。個人的には、私自分の人生においてはメンタル強だけど、絵を描くということに対してはメンタル弱だから。そうなの。そこあるんだ、なんか一応。メンタル弱だから YouTube でこんなことやって、みんなの少しでも力になればと思ってやってるよ。こんなスランプの時の、自分の見てよ、このメンタル弱なんよ。こんなもう描くの筆折ってんだから。これ弱なんだ。そう、メンタル弱なんよ。で、まずメンタル強の人におすすめしたいのは、他の作品を見るっていうのは、主に、他の人のイラスト作品とか、SNS に上がってる作品、あとは、漫画とか、そういう作品を見るのがおすすめです。あとアニメとかね。まあ、息抜きね。そういうのおすすめで、要は、多分 SNS とかでバズってる人の作品を見たりとか、自分と近しいなんかこう、レベルにいるような人の作品を見るとかっていうのはなんかすごく刺激がもらえると思うんだよね。で、なんかそれを見て負けたくないっていう気持ちが湧いてきてくれれば、なんかまあ自然とこう書くっていう気持ちになるかもしれないし、負けたくないだけじゃなくて、なるほどこういう表現の仕方があったか、自分に取り入れてみようとか、やっぱこの人うまいな、自分もこういう風に書きたいな、頑張ろうみたいなこう前向きな気持ちが出てきてくれれば、まあそれが一番いいかなと思うので、まあ漫画とか人のイラストとかを見るのがおすすめ。ただ私はメンタル弱だから、スランプの時にそれしちゃうとより落ち込んでくのね。この人はこんなにうまいのになんで自分はっていう、自分と比較してどんどん落ちてっちゃうの、私の場合はね。だから個人的にメンタル弱の人にお勧めしたいのは、私は映画とか、小説とか。もう絵が関係しないものを見るってことか。個人的には絵が関係しない実写のなんか人が演じてるものとか、小説とか文字の世界で起こってるものの話を見るっていうのが個人的にはおすすめです。なるほどね。個人的にはね、ドラマとかは、長い尺がすごく。だから、あんまりこう見ちゃうとやめれなくなっちゃって。まあ、全12話とか。そう。だから終わんなくなっちゃうから、個人的には2時3時間で終わるものがおすすめ。映画とかか。その映画とか小説とかは、まあリフレッシュできるよ。ガーッと一気に見て、なんか脳を切り替えるっていう感じ。で、ア
ニメはなんか自分と近しくなってきちゃうから、ちょっと。まあキャラとかそういうもんだしね。そうだから、なんかこう、まあ人によるかって感じで、あんまり個人的にはやっぱ、絵が入んないものの方がおすすめかなとは思ってるけど、私やっぱ物語を見ることっていうのはすごく想像力を膨らますし、まあ特に漫画とか描きたい人にとっては大事な作業だと思ってる。でそういう人の物語を見ることって。で、人にはもちろんよると思うけど、私は映画とか、そういう小説とかは自分の創作とはちょっと切り離されてるから、逆になんかストレスなくすごく勉強になって学べる。ああ、そういう視点でも見てるんだ。そういう人も、心が元気な時よ。スランプじゃない時とかは、私は全然漫画が大好きだから、漫画とか超読んで学んでるよ、いつも。あといろんな人の絵見て、こうなりたいなとか、いろんな漫画読んで超面白いじゃん、みたいな感じで。それさ、スランプじゃない時そう、スランプじゃない時はもっとそういう漫画とかから私知識得てんだけど、スランプの時はあえてちょっとそこは切り離す。まあだから落ちちゃうからね。そう、落ちちゃうから。っていう感じです。じゃあその2です。その2はですね、もう本当にシンプルなんだけど、とりあえず散歩をしてみるっていう。ああ、なるほど。家にいないで、外に出た方がいいなと思って。家にいると悶々としちゃうみたいなことあるから。あと家にいるは、物は見るは、多分日常からいつものことで、新しい刺激はあんまないと思うんだよね。でも外に行って、なんかじっくり人を観察してみるみたいなことをすると、新しい刺激が結局自分に入ってくる。で、なんか私の場合もだよ、結構私はカップル見ると創作意欲が刺激されるの。少女漫画家だからっていうのもあるね。あると思う。それはあると思う。やっぱり街中でなんか元気なカップル見たりとか、お似合いなカップルとか見たりすると、みたいな。自分がなんかその二人を見ながらいいなぁみたいな思ったりとか、なんかどういう関係かなと思ったりとかね。それなんか妄想し始めちゃうの、自分で。なるほどね。でもそういう時間が結局あれ描きたいかもっていう気持ちの復活につながってくる。だからそういう感じで、なんかこう、外に行って散歩する。で、周りをよく観察するっていうのはおすすめです。で、次3つ目。これも超簡単なんだけど、私はお風呂に入る。これが個人的には一番手っ取り早くできる、瞬時に脳を切り替えるリラックス法だなと思って。これはでも人によるよね。椎本先生はそうでしょ？そう、私はそう。なんかね、お風呂に入って一回ぼーっとするの。だから個人的にはおすすめ。だからもう低コスト、低時間、短い時間でできる。まあ確かに。で、なんかもう、家でもできるしね。水と一緒に嫌なものを全部洗い流すぞっていう気持ちで挑む風呂に。で、これシャワーとともにもうダメな自分を一回流そうみたいな感じでやるっていうのが、まあ個人的にはおすすめです。いや、これメンタル弱の人の話から結構メンタル強みたいな話になってくる。いやいや、でも結局一回絵を離すよ、自分から。とにかく一回絵を自分から切り離すの。で、多分それが、そんなことしたら余計絵描かなくなっちゃうんじゃないかなとか、より下手になっちゃわないみたいなので心配になっちゃう人いると思うんだけど、別に私的にはなんかそのスランプの期間ちょっと絵描かなくたって、全然その画力に影響出ないと思う。まあ結構私も高校生の時とか描かない時期1年ぐらいあったけど、まあ別にそれでも絵に戻ってきてた。全然火力変わってなかったよね。もうなんだったらむしろ上がってたよ。奇跡や。いやだから結局なんかこう絵って積み重ねだから、結局また戻ってくれば自然とアップしていくし、結局時間が解決してくれると思うんだよね、私スランプって。だからなんかあんまりこう考えずにこうどんどん深い方向に行くんじゃなくて、時間がそのうち解決するから自分にとって一番気持ちが楽になる方法を選ぼうっていうやり方がいいんじゃないかなと思ってます。でよ、最後に私が今回考えついた、両方同時、書かない、両方を同時に兼ね備えた、最強のリフレッシュ法あるなと思ったの。なんだそれ？それはですね、皆さん、新本真の動画を見るか書き方の書籍を見るです。ただの宣伝じゃねえかよ。違うのよ。だってさ、書きたくなくなったら一回書かなくていいよ。でもよかったらうちのさ、書き方の動画とか、私のお絵かきチャレンジの動画見てよ。なんか気楽に多分なんか見れて、あーみたいなのが S 君ねとか見て笑って、S 君こういうの自分も書こうかなみたいな気持ちになるかもしれない。俺の絵はね、いい思うかもしれないけど、シモン先生の絵見たら私をこうなりたいなーってなって、落ちちゃう可能性はある。私の動画多分初心者さんに寄り添って、みんなが上手くなれる方法を提示してるからね。そういうよくよく考えたら、私の動画ってさ、スランプの人たちに寄り添えるために作ってたわと思って、すべて。なるほどね。だから、
ぜひそれ動画を見てもらったりですね。まあ、ここにもあるけど、書き方の書籍2冊出てんのよ。これ多分スランプ解決してくれっから。本当かよ書けないところ。ただの宣伝じゃねえのかよ。書けないところはこれ、しかも私が基本的にみんなに求めてるのは、とにかく追い込まないことだから、自分を。まあ、追い込むのはよくねえよ。とにかく楽しく学ぶのを何よりも優先してるよ。っていうのはやっぱスランプにならないために楽しくいてほしいよ、みんなに。ということで最後ちょっと宣伝を備えたスランプの解決法でした。まあ、その人本当にあるのよ、やり方は。そうね。うん。だからどれが正しいとかはないし、スランプのたびに本当に合ってるやり方変わってくる可能性もあるから、まあ、とりあえずいろいろ試してみて、その時の自分なりに一番、これが楽かもいいかもって方法を見つけてみてください。自分がだからどっちかをまず見つけることが大切だよね。そうね。書き続ける方がいいのか、逆に書かない方がいいのか。そうね。どっちか、その時スランプどっちパターンかを。こっちの方がいいなと思う。なんか直感を信じてください。それ見つけると結構いいかもしれないね。うん。まあ私も毎回違うから、ほんと、どっち派かは。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新村慎と。バイバーイ。